皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1111日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1190名、戦車18両、装甲戦闘車40両、砲65門、多連装ロケット1両、防空システム1機、ドローン241機、その他車両138両、となっています。戦線全体では、1日で150回の地上戦の報告がありました。戦争研究所では、アメリカの支援停止とロシア軍の攻撃回数の増加の時期が一致していると指摘しています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。アメリカがウクライナに提供したハイマースを遠隔で無力化したことは、以前の動画でお伝えしましたが、フォーブスはアメリカがウクライナの F16 の支援を停止したと伝えました。これによりウクライナに提供された F16 は、電子戦装置が事実上無力化され、ロシアの防空ミサイルに撃墜される可能性が大幅に高まり、作戦ができなくなりました。記事では、代わりにミラージュ2000の電子戦装置に頼ることが可能となるかもしれないと希望的観測を伝えています。これを受けて、ドイツは F35 の購入契約を打ち切るための交渉に入ったと伝えられています。ビルド紙はトランプのキルスイッチの恐怖の見出しの記事で、ドイツ政府は83億ユーロ1兆3000億円で F35 を35機発注したものの、キルスイッチの存在が明らかとなり、追加の保証を要求するか、契約を破棄するか、合意を修正する必要に迫られたと伝えています。ドイツ防衛企業のヘンゾルトの担当者は、F35 のキルスイッチの存在は、噂ではなく実際に存在すると考えた方がいいと指摘し、例えば、戦闘任務計画システムをアメリカが阻止すれば、F35 は離陸すらできなくなると警告しました。2番目。また、スペース X 社の創設者のイーロン・マスク氏は、SNS に、スターリンクを止めたら、ウクライナの戦線全体が崩壊するだろう。ウクライナは必然的に負ける。これ以上肉引き機が止まることを望んでいると書き込みました。これに、ポーランドのスコルスキー外相が反応し、ポーランドは5000万ドルの契約をしているが、スペース X 社が信頼できないことが判明した場合、代わりの供給業者を探すだろうと書き込んだところ、イーロン・マスク氏は、黙れ小僧。お前が払っているのは、ほんのわずかなコストだ。スターリンクに代わるものはないと書き込みました。その後、ルビオ国務長官が、誰もウクライナからスターリンクを切り離すと脅していないと書き込み、その場は収まった模様です。3番目。そんな中、人々はテスラの車に偽装を施して、テスラの車に見せないような努力をしています。写真では、サイバートラックにトヨタと大きく書いたり、テスラのロゴを外して、ホンダやマツダのマークをつけています。あるモデル3のオーナーは、エンブレムの位置や黒いパーツを様々な場所に貼り付け、どう見てもアウディの英語にしか見えないようにしています。記事では、ハンブルグ大学のマーケティングの専門家に取材し、テスラ社のオーナーは、イーロン・マスクと考えが違うことを表現したいと考えている。あるいは、車を破壊行為から守りたいと考えていると分析しています。YouTube でもテスラのロゴを消す方法が掲載されていたり、それができない場合には、イーロン・マスクが発狂する前に買った車ですとステッカーを貼り付けているとのことです。
それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最高気温16度、最低気温1度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面でルジアンは他の戦線から戦力を引き抜いてクルスク奪還を目標に大規模な攻撃を仕掛け30回攻撃を行い27回の空爆を実施しました。ウクライナの元対外情報局長官のマロムジ将軍はクルスクの戦況について敵は側面を攻撃して包囲しようとしているがそれは予想されていることでもありウクライナ軍は戦闘経験のある追加の部隊を割り当て防衛と反撃を行い敵の計画を阻止しようとしていると説明しました。また、オシントアカウントのペルペチュア氏によると、ルシアン軍のルビコン先進無人システムセンターと呼ばれるドローン部隊が投入され、ウクライナ軍の補給線に深刻な影響を与えている。しかし、最近は映像が少なくなり、ウクライナ軍がある程度対応している可能性があると分析しました。1番目。レベデフカは複数の情報を総合すると、昨日の動画から集落の残り半分もルジアンが占領したとして更新しました。戦況図ではルジアンがロクニャ川まで前進したとして、またレベデフカは奪還を示す赤マークに更新しました。面積は1平方キロですが、補給線まで5キロの地点に近づきました。2番目。マラヤロクニャでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が撤退し、ルジアンが集落で旗を掲げて占領を主張しました。この方面に配置されているウクライナ軍の第47機械化旅団のマグラ中隊のチャウス指揮官は、ウクライナのメディアに登場し、この方面の戦況について、敵は我々を包囲しようと試み、防衛の弱点を見つけようとしていると説明しました。指揮官は、攻撃は北からも北西からも行われ、兵士の数とドローンの数でも我々を上回っている。敵は4人から7人程度の小規模な偵察部隊を送り込み、戻ってこなければ別のルートで試している。状況は困難だが我々はコントロールしていると述べ、スジャの補給線は5キロにわたり敵の FPV ドローンにより完全に射撃管制下にあると付け加えました。さて、戦況図では、ビクトロフカの中心部は、ウクライナ軍が保持していることから、その北側のマラヤロクニャとその郊外をルシアン軍が奪還したとして更新しました。面積は39平方キロになります。3番目。スジャの北東にあるマルティノフカでも、ルジアンが旗を掲げて占領を主張しました。この付近は、昨年の8月にウクライナ軍が占領し、11月にさらに北に前進した起点になったところでしたが、ウクライナ軍が撤退したことに伴い、ルシアン軍が奪還したとして更新しました。面積は51平方キロになります。4番目。昨日の動画でお伝えしたルジアンがガスパイプラインを伝ってスジャのウクライナ軍の背後に回ろうとした場所が判明しましたので、地図に書き加えました。ルシアン軍の軍事ブロガーも、この攻撃について、お粗末な作戦と表現し、ルジアンは2日間パイプの中を歩き、酸素の補給もなかったため、相当数はメタン中毒で窒息し、運よく地表に出られた兵士も、ウクライナ軍によって退路を断たれて地獄に召されたとのことです。また、攻撃は、第2波、第3波と続いていて、水、食料、通信、避難手段がないままパイプ内に取り残されていると、もはや生存の見込みがない作戦になったと伝えています。
戦況図での説明は以上ですが、ロシア軍はスジャを射撃管制下に置いていて、今後も気の抜けない展開になっています。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で11回、スバトベクレミンナ戦は23回、シベルスク周辺では少なくとも1回、チャシフヤール方面では2回、トレツクの方向は19回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、戦況図に影響のある情報はありませんが、ウクライナ軍の国家警備隊第4作戦旅団のオチェナシュ報道官は、陸軍テレビで、敵は、春を待ち、地面が乾燥するまで待っている。敵の攻撃は、1日5回から7回あるが、オートバイも節約して、歩兵の攻撃を行っているため、1回の攻撃で、8割か9割は地獄に召されていると報告しました。また、第3突撃旅団で、モシャというコールサインの指揮官は、TSN のインタビューに応じ、敵の歩兵の寿命は、訓練開始から数えて平均3週間で、2週間は訓練で、残りの1週間は、我々の近くにいる。彼らは、損害が発生するために市街戦を避け、野原を小規模な歩兵で攻撃し、我々の弱点を探っていると説明しました。トレツク方面。この方面で、ウクライナ軍は、無宿以上に突入して奪還を進め、ロシア軍は追加の部隊を投入し、激しい市街戦となっています。1番目。市街地中心部では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、スタジアムを確保したことが確認でき、その範囲200メートルほどを、ウクライナ軍の奪還地の拡大として更新しました。2番目。また、南側の住宅地では、位置情報付きの映像によると、昨日に引き続きウクライナ軍が前進し、奪還した範囲が拡大しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のネットニュースのもので、YouTube に出ている映像のため、静止画となりますが、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この付近の10ブロックほどを、ルジアンの占領地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では25回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で6回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ウクライナ軍が局所的に反撃を行っています。1番目。そのうち、ポクロフスクの南にあるリシフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が集落の南の工場に攻撃を行い、まず、ドローンでルジアンを排除し、その後掃討作戦を行いました。ご覧いただいているのは、ルジアン側のもので、地図の場所にいるウクライナ軍の様子をドローンで観察しているところとなっています。戦況図では、この場所まで、ウクライナ軍が500メートルほど奪還したとして更新しました。2番目。シェフチェンコでは、5日にウクライナ軍が突入したことをお伝えしましたが、その後も奪還作戦は継続し、ウクライナ軍が集落に突入し、ルジアンを捕虜に取り、一部奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第425スカラ大隊のもので、複数のルジアンがウクライナ軍のいる建物を取り囲もうとしていましたが、ウクライナ軍の火力支援により撃退され、中にいたウクライナ兵が、ルジアンを捕虜に取る様子の一部となっています。戦況図では、この場所まで、ルジアンの占領地を縮小させ、集落の北側までウクライナ軍が奪還したとして更新しました。コスティアンティノピル方面。
コスティアンティノピルでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落内の複数箇所で旗を掲げて占領を主張しました。宣教図では、その範囲を係争地からルジアンが占領したとして更新しました。面積は8平方キロになります。ベリカノボシルカ方面。この方面では、ウクライナ軍が後方の防衛線に下がって防衛し、ルジアンが攻勢を仕掛けていて、防衛線までの間合いを詰めています。そのうち、位置情報付きの映像によると、ベリカノボシルカの北の郊外では、モクリアリー川の東でルジアンが前進しました。ご覧いただいているのは、ルジアン側の撮影したもので、地図の場所でウクライナ軍の陣地を確認している様子の一部となっています。宣教図では、この付近をルジアンが占領したとして更新しました。面積は2平方キロになります。後方地域。今日もルシアン国内でドローン攻撃がありました。1番目。ウクライナ国境から1000キロ離れたチュバシ共和国のチェボクサリで石油タンクに攻撃があったとの報告があります。損傷の程度は不明で、ルシアン軍では無人機88機を撃墜したと主張し、地元当局では損傷から復旧しているとだけ伝えています。それ以外にも、サマラにある製油所にも、先ほどドローン攻撃があったとの情報があり、地元住民が SNS に爆発があったと書き込んでいるほか、リペツクの夜勤工場にもドローン攻撃があったとの情報があります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ州でのみ2回攻撃を行いました。オリヒウ方面。ロボチネからオリヒウの方向では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が機械化攻撃を行い、この攻撃は撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の浪人部隊のもので、地図の場所の様子となっています。この付近は、おととしにウクライナ軍の反転攻勢で奪還したところですが、宣教図では、その範囲を1キロほど縮小させ、一部係争地の拡大として更新しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。